はい、アメ車ワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、富山県にある三岡グランドストアに取材に来ました。これ周り雪めっちゃあるんですが、雪で来れないかと思ったんですが、なんとか来れました。で、今日ですね、このグランドストアの2階にある、三岡自動車のショールーム、こちらに展示してある三岡 M5 コンセプト、話題のですねコンセプトカーを、取材させていただきます。はい、こちらですね、三岡グランドストアの2階、三岡自動車のショールームです。でまずですね、こちら01で、さらにですねこちら今もうプレミアムがついてるロックスターで、奥には人気のバディで、いろいろと三岡自動車の車が並んでるんですが、今日取材するのはこちらです。三岡 M5 コンセプト、ごめんなさい、今話題の三岡自動車の最新のコンセプトカー、今日はですねこちら撮影させてもらいます。で特別にですねこちらのテープポールを取って、撮影させていただきます。はい、こちらですね、2023年昨年発表された三岡自動車の創立55周年を記念して制作されたコンセプトカー、三岡 M5 コンセプト、M55 って書くんですが M55 でですね、ここにちょうど由来というかコンセプトが書いてあるんで、ちょっと読んでみますが、M55 コンセプトは1968年創業の弊社と同じ55年の人生を歩んだ同世代に送るコンセプトカーですと。弊社1970年生まれなんでこっちの方が2歳年上なんですが、で1970年代の時代感覚をベースに、当時の夢や希望に満ち溢れて、先の未来を変える大きなエネルギーを持って時代を駆け抜けた私たちのマインドを形にしましたと。ぶっちゃけ1970年代のテイストを、デザインにした、現代によみがえらせた車ということで、いろんなですね SNS、YouTube とか、ニュースで取り上げられている通り、ベースはですねホンダのシビックです。はい、でこの三岡 M5 コンセプト、これですね、この車両を見てベースがホンダのシビックだとすぐ分かる人多分ほとんどいないと思います。でまずこのフロントグリル、これいろんな人の YouTube とか SNS 見ると、忖度してるのかはっきり言ってる人あんまりいないんですが、筆者が一番最初にこの車両の候補写真見た時にダッジチャレンジャーに似てるなと思いました。ぶっちゃけ現行、2023年で終わりましたけど、現代のダッジチャレンジャーの後期モデルで、初代のですね1970年のチャレンジャーなんかにも似てるんですが、筆者はこのフロントグリルを見てこの丸目4灯で、このハニカムグリルなんかもそうなんですが、チャレンジャーっぽいなと思いました。はい、でこのクロームメッキで囲まれたグリル内に丸めの4灯ハニカムグリルで、ここにもハニカムがあって、ここリップスポイラー、筆者はチャレンジャーダッチチャレンジャーを思い浮かべたんですが、うちの事務所の他のスタッフはケンメリのスカイラインに似てるねって言った子もいますし、筆者の知人なんとなくこの車ダルマのセリカを思い起こさせるねって言った人もいますし、なんかですねみんながみんなチャレンジャーを連想するわけではないみたいです。はい、でこの車両なんですが、フロントフェイスはダッジチャレンジャー連想させるデザインなんですが、でもですねこの車両4ドア、正確には5ドアのハッチバックなんですが、ドア4枚あります。でこのですね4ドアのボディスタイル、これもあって単純にチャレンジャーっていうよりはやっぱもうちょっと違うデザインなんでしょうね。やっぱりオリジナルカーっていうのを連想させるんですが、これテールエンドもですねすごいデザイン凝ってて、まずこのウィンドウルーバー、大型のウィンドウルーバ
でこのダックテール調のこのスポイラーで、このリアゲートのパネルもそうですし、なんかですね、このテールエンドもやっぱ70年代テイスト、シェルビー、昔のマスタングなんかにも、こういったリアウィンドウ、ウィンドウルーバー似合ってる車ありますし、日本のダルマのセリカなんかもそうですし、やっぱりですね、この辺のテイストすごい70年代で、おそらくこのテールゲート、ここはノーマルだと思うんですが、これテールエンドちょっと延長されてますし、おそらくですね、このリアのバンパースポイラー、クォーターパネル、この辺全部オリジナルだと思うんですが、すごいデザイン凝ってますね。はい、であとですね、この MW5 なんですが、タイヤホイールですね、18インチの単造アルミホイール、これ TWS ワンピースのフォージドホイールです。でタイヤミシュランなんですが 23540R18、これは前後共通で、これですね、ミシュランって今ホワイトレターっぽくなってるんですが、これはカスタムです。こういうタイヤミシュランにありません。で以前ですね、この同じ三岡のオリジナルカー50周年記念の時に制作された、三岡ロックスター、C2 とかマコシャークを連想させる2ドアクーペ、あの時にはホイールはあえてダウンサイジングして BF グッドリッジのホワイトレター60タイヤをはめてたんですが、この MW5 はあえて18インチの単造フォージドホイール、この辺面白いですね。で今ですね、タイヤホイール見てて気がついたんですが、ここのですねボンネットフード、このボンネットフードもオリジナルなんですが、このボンネットフードのラインで、あとサイドのこのウエストラインのプレスラインで、おそらくこのサイド、ここのスカート、これもオリジナルパーツなんですが、これですね、サイドのデザイン処理が絶妙で、これホンダのシビックがベースモデルではあるんですが、シビックにはない優美さというか伸びやかさを感じますね。で、おそらくそんなにサイズ変わらないと思うんですが、このですねデザイン処理すごい上手だなと思います。はい、で今日ですね取材来る時にぜひこの三岡 MW5 コンセプトボンネットフード開けてエンジン見たいなと思ってたんですが、これですね僕筆者がチェックした限り今まで見た動画とか記事でエンジンルーム映ってはなかったんですが、何もなければベースのシビック 1.5 リッターのターボエンジンが積んであるんだと思うんですが、これですね後でちょっと、この富山の三岡グランドストアのスタッフさんもしくは、後で登場いただく、開発デザイナーの青木さんに頼んでエンジンルーム見せてもらいたいと思います。はい、それでは内装を見ていきます。まずシート、この MW5 コンセプトなんですが、内装に関して言うとまずこのシートがすごいかっこいいです。でこれブルーグレーのレザーでアルカンターラ、ステッチ黄色、こっちは、灰色ですかね、グレーで、このハニカム、メタルパーツで、刺繍なんかもあるんですが、このシートですねすごい凝ってます。でおそらくこのシート自体は純正というかベースモデルのホンダシビックのシートなんですが、で三岡自動車お得意のこの内装張り替えで、このシートがですねすごくこの外観に合ってます。でセカンドシートはベンチ掛けの、ごめんなさい3人掛けのベンチシートで、これもですね造形自体はベースのホンダシビックと一緒なんですが、フロントシート同様やはり全部張り替えられてます。でこれがですねものすごい品質質感が高いんですが、このシートが変わったことによって内装の印象がガラッと変わってるっていうか、これシートだけ見てるととてもシビックとは思えないですね。はい、でこの MW5、シートは今言ったようにきれいに張り替えてあるんですが、それ以外はですねベースのホンダシビックと基本的には同じです。唯一このハンドルステアリングホイールのこのセンターのバッジ、ここに三岡というバッジが入るんですが、
それ以外、インストルメントパネル、メーター類、メインモニターすべてオリジナルと一緒で、これ MT マニュアルトランスミッションのシフトノブなんかも一緒ですし、足元ペダル類、アクセル、ブレーキ、クラッチ、この辺もすべてノーマルですね。でさらにドアパネルなんかも基本ベース車両と全く同じなんですが、何でしょう、やっぱベースのデザインがいいのかな。割とこれ外観にマッチしてますね。この三岡 M55 コンセプト、現状はですねまだ発売するかどうかは未定で、この車両あくまでコンセプトカーであって、仮に発売されたとしてもこの通りになるかどうかもわからないそうなんですが、なんとですね今日三岡自動車の開発部のデザイナーさん、来ていただけるということで、後半ではですね三岡自動車の開発部の方に直接この車両についていろいろお伺いしたいと思います。で今度後半に続きます。